夜危ないって言われてるんだけど、基本的には電車でどこにでも行けるので特に問題はないかな。でもBonjour tout le monde, comment il est, c'est Saki? Alors, aujourd'hui, je vais répondre aux questions sur le voyage au Japon que tout le monde m'a posé sur Instagram. というわけで今日は日本の旅行についての質問に答えていきたいと思います。正直、レユニョンの人からの質問がとっても多いので、フランス語で答えたいんですけど、Je pense que c'est un peu difficile pour moi. Donc je vais répondre en japonais.Alors, activez ce titre s'il vous plaît. じゃあまず最初の質問こちら。東京、大阪で夕方とか夜ですねに避けた方がいいエリアはありますか？新宿とか道頓堀とか夜危ないって言われてるんだけど、でもなんだろうな、パリとかみたいな危なさはないです。Ce n'est pas vraiment dangereux.ホームレスとかは最近増えてるって言われてるんですけど、基本的には危害を加えなかったら襲ってくることはないので、ドラッグをやってフラフラしてる不老者は多分日本では見ないと思います。なので危ないけどヨーロッパとかアメリカみたいな危なさは全然ないと思います。じゃあ次の質問こちら。今回の往復の交通費のことかな。だいたい1500ユーロです。1300ユーロかかりました。次、ウーバーとかリフト。ウーバーはあります。でも多分主要都市だけな気がするな。東京、大阪、名古屋とかかな。私の地元とかは多分ないです。で、日本は基本的にはタクシーが主流で、タクシーは結構いろいろと走ってるのですぐに捕まえられます。料金も1人で乗るとちょっと高いけど、4人ぐらいで乗ると1人当たりの値段はそこまで高くないので、荷物が多くて電車乗るの大変とかであればタクシーをおすすめします。それ以外荷物もそんなになくてどっか行きたいっていうことであれば、基本的には電車でどこにでも行けるので電車がおすすめです。安いしね。安い。ATM のおすすめか。おすすめはないというか、これって言えないな。使ってる銀行によって違うので、手数料とかいろいろレートとかね。なのでちょっと何とも言えないです。でももし自分の銀行のレートが良かったら、セブン銀行で手数料が選べるので、セブン銀行がおすすめだと思います。で次、フランス人が日本に行く前にやるべき行政手続き。やりやんパチキュリエオンスマも今回の旅行の時もセドとノノは特に何も手続きしないで行けたので、何もする必要はないです。パスポートだけ持って行けば大丈夫。次、マスクですね。室内室外でマスクつけるのは義務ですかっていうことなんですけど、もうマスクは義務じゃないです。でも日本は結構花粉症対策とかインフルエンザ対策、風邪対策でまだまだマスクをつけてる人は多いです。この前日本に帰った時のビデオでも私も花粉症がすごかったのでマスクをつけてました。Ensuite、これはですね、甲殻類が使われてるかってことかな。これはもう何とも言えないですね。入ったお店に直接聞いた方がいいと思います。カニとか入ってますかとかね。よくは使われてないとは思うけど、でも本当レストランにもよるのでちょっと何とも言えないです。こちら1ヶ月の予算ですね。これはね、これも何とも言えないですね。行きたいホテルとか行きたいレストランのこのレベルがちょっとわからないので、どんくらいっていうのは一概には言えないんですけど、でも日本はすごくレベルの高いっていうか、ラグジュアリーなレストランとかホテルもいっぱいあるし、お財布に優しいホテルもレストランもあるので、多分全部のレベルで遊ぶことができます。なのでその時の自分のお金の事情に合ったレベルで探していけばいろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。次、好きな季節ですね。好きな季節は私は冬が好きです。冬の寒いって言ってんのが私すっごく好きで、なので冬の夜が一番好きですね。であとはクリスマスのキラキラしたワクワクする感じも大好きなので冬が好きです。南の島に住んでますがなので最近は日本に帰るときは冬に帰ってます。Ensuite、こちら1ヶ月ぐらい一人で行っても
大丈夫ですか？この人女性かな？女性で一人で全然行っても大丈夫だと思います。特に問題はないかな。でも夜とかはやっぱちょっと心配なので、人気のないところにはあまり行かないようにすれば全然問題ないと思います。そして次、こちらレユニオンから最も安いルート教えてくださいかな。これはですね、正直時期とか航空会社によって結構差が出てくるので、これは何とも言えないですね。ほんとバカンスの時はめっちゃ高いし、バカンスが終わったら安いしって感じです。今回はレユニオンからバンコクまではエアオーストラルで行って、バンコクからこの羽田にはタイエアウェイズで行きました。それで1300ユーロ、1500ユーロですね。去年はレユニオンからバンコクまでは同じエアオーストラルで行って、バンコクから日本の羽田までは JAL で行きました。でプラス1人プラス100ユーロぐらいでしたね。次、こちら東京と大阪どっちが先着いた方がいいですかと、代理店を通じて航空券取りましたかと、喫煙者は難しいですか。ですね、これまたあなたの行きたいところ次第ですね。着いてすぐに東京を見たかったら東京に行ってから大阪とかでもいいし、最初に大阪見たかったら大阪に降りて東京に行けばいいし、そこはあなたのプランニング次第になります。どっちがおすすめとかは正直ないかな。私が羽田を使ってる理由は、私の実家が神奈川なので羽田を選択してるだけです。で、あとは航空券は私たちはネットから取りました。代理店は使ってません。喫煙者は日本は喫煙できる場所がかなり決まってます。なのでレユニオンとか、パリみたいに道端とかでは吸えません。レストランも吸っちゃダメです。吸いたい場合は建物内とかでも駅の前とかでもそうなんですけど、喫煙所っていう場所があります。そこでしか基本的には吸えないと思いますね。私も喫煙者じゃないからあんまり詳しくは分かんないんだけど、でも基本的には喫煙所を探してください。次、10月はいいですか？10月は多分パトショーパトファーなので、暑くもなく寒くもなくなので、すごい過ごしやすい時期だと思います。場所によっては紅葉も咲き始める時期だと思うので、秋を存分に楽しめるかなと思います。最後ですね、こちら、レユニオンからの飛行機のルートを教えてくださいなので、飛行機のルートは、こっちのビデオに全部載ってます。5通り。こっちのビデオだと日本からレユニオンへの行き方なんですけど、それを反対にするとレユニオンから日本への行き方になるので、こっちのビデオを見てみてください。はい。というわけでですね、皆さん質問ありがとうございました。メース僕なんだけど、インスタの答えるところってやっぱそんなに詳しく書けないので、曖昧な答え方をしちゃったのが多かったかと思うんですけど、少しでも参考になったら嬉しいです。またこの他にもね、質問とか聞きたいことがあれば、コメントで教えてもらえると助かります。Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.